スタイのラーメンが夜キャラメルラーして街中走ってるというのを目標に今置いてるんです。好きだよこの人。絶対買います自分。一緒に食べようか。なあ。あ、もう大好きです。屋台はいつからやられてるんですか？私が31の時31歳。きっかけは何だったんですか？きっかけはね、それはね、いろんなことやってたんよ。まず最初にね、大阪の方の料亭で日本料理の調理未来に入ってね、そこで21歳になるまでその料亭でおって日本料理に習ってたんやな。その後自分で商売したいなと思いましてね。せやけども大きな料亭でおったらね、どうして商売したらええんかの術が思いつかんのよ。ああ、なるほど。あまりにもその資本的にね、次に2万かそこらの給料を持っているもんからしたらね、商売するってその資金をどうするかってことになったら見当つかんわけですよな。せやけどとにかく金儲けせんと話にならんなと思ってね。それで赤ちゃんのおしめとか服とかね、そういうのを製造してる会社へ就職したんよ。その料理やめてから。はい。でそこで営業やってたんよ。お得さん周りやな。3年やって、それで自分で製造してるとこ行って製品を分けてもろて、それを卸して歩く仕事を立ち上げたんよ。そこで自分で初めてやり始めた。そう。3年間その働いてたその会社で営業で大阪でその小売店とのその連れ合いができてましたんでね、どこの店もよっしゃよっしゃって言ってみんな買うてくれたんですよ。はいはい。製品作ってるとこもね、小さいやってるもんはその製品を作ってもなかなかようさばかんから、だからそんなとこ行ってわし売るよって製品分けてって言って、はい。でその商品を集めて車へ積み込んで、でわしがつながりのある小売店のぎのぎ回っていって下ろして回ってる、どこでもようと買うてくれてね、よしよし置いときんちって、だけど一人にやったでしょ。とにかく車いっぱい商品積み込んでね、それでダーッと回って車からして帰ってくるっていうのはそんな調子やったんよ。ああ、はいはい。そやからどんどんお金はポケットに溜まっていきますわな。そうですね。そうやけどもまだ一人で若いでしょ。一人で帰ってもしゃあないでしょ。ついつい遊びに出るんです。ここで遊びを覚えたら何も稼いでも足らん。それで結局はもうその商売自体続けらんことになって、それからいろんなことやったな。
こうやってお得意さんのところを回っていくような感じなんですか？そうそう、その間にあっちこっちに寄りながら行くと、大体回っていくとね、今日はこの辺売れるかなってことが分かってくるんよ。それをこう繋いでいくわけ。はい、行きます。どれがどこの電話か分からんなんだよ。10件ほどだー並んでしまったらね、どれがどこの住所かって分かんなくなる。分からんなんだよ。はい。せやけどこっちとしたら効率よく回りたいやん。2、3件とかだったら大丈夫ですけど、そうそう10件とかなってくるとうん大変ですよね。大変。一人やろ、電話の対応が大変がいいの。忙しい時はね、大慌てする時ある。基本は回るルートは毎回同じようなルートで、そうその途中で電話かかってきたら効率よく寄っていくみたいな。そう。それで、どのぐらいで来れるって聞かれたら、自分の予定から考えたら、あとは20分ほど待ってくれるとかね、返事できるんだけど、車で行く範囲は和歌山市内なんですか？毎日行くとか違う。ツイッターに上げてあるね、コースの範囲にないの。ごめん、今日はね、そっちの方行けへんのよって言うて断る。じゃあやっぱり一番確実なのはツイッター見ることと、事前にいついつ来てくれないかっていう連絡をすればそう一番確実なんですね。人数の多いのはね、和歌山だったら少年野球とかね、それはいいですね。そうですよ。ちっちゃい子とか喜びますよね。そうそう。はい。それで、大体みんな親ついてきますやろ、少年野球の場合。その親御さんらも楽でいいや。そうですね。ね。ご飯用意しなくて。そう。そういうのを前もって電話くれんだけどね。その日、たまたま食べたくなって電話かかってくるやつが。行く地域と結構被ってなきゃいけないってことですよね。そう。回るルートはどうやって決めてるんですか？で、大体ね、1週間のね、何曜日はどこ、何曜日はどこって曜日で分けてあるんですよ。ああ、そうなんですね。だからお客さんもだんだん慣れてきたら分かってきたらね、今日例えば水曜日でしょ、今から行くとこもう待ってるんですよ。今日は水曜日で来るって分かってるから、そんな風にしてお客さん自体にずっと続けてくると分かってくるし、向こうは聞きますよ。今度いつ来るって言って、来週はね飛ぶんやけど、その次の週にまたこの曜日で来るわって言ってる人。毎日やられてるんですか？はい、一応基本無給せやけども雨があるでしょ、それとかもうしんどなってきたら休むって言ったって楽ですよ。今日は疲れましたからお休みして帰ったらいいやそうですね。そうしとけば、そのお客さんにとっても急に今日来ないなとかないですもんね。ツイッターで見れば。ないはい、お待たせ。はい。あ、奇遇。これは醤油やな。はい。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。チャルメラ鳴らして回ってると、ああいう風に出てきてくれたりするんですか？そう。醤油ラーメン醤油ラーメン。はい。昔子供の頃ほんまにものすごく屋台ラーメンで食べた思いあって、多分30代ぐらいの時、ちっちゃい時と、でもその時はでもそんなに分かってなかったから、それで大人になって食べて、でもやってるなーっていうだけで終わってしまうことが多くて、なかなかね
ほんで今日は仕事帰りたまたまちょうど見かけたんではっとかでじゃあ久々に召し上がるんです本当に久々にもうなかなか屋台でこう回ってくれるようなところっていうのはもうやっぱり少ないで、ちょうど和歌山のなんかニュースでこちらの方に出てたんで、あ、そういえば近くにそういうのやってたなとか、もうこんな色でした楽しみ何これじゃあちっちゃい時はもうこうじゃなくて家からお椀持って行って確かそうお鍋とかね。そうみんなもう大きさみんな不揃いなんやけどちっちゃい頃ほんま覚えてるそんなんやったんで、その時はもうこのチャルメラの音をやってたもうみんなこっちとか言ってみんなほんでもうみんなゾロゾロゾロってねお椀各みんな持ってきてね、ほんまそれはね覚えちゃう、いや800円で来てくれるなんてすごいあれでもはい、すいません。はいはい、お気にあありがりがとうとうございます。はい一緒に食べようか。なあ。すごいそれで。はい、おしょです。はいはい。どこですか、場所は。はい。ちょっと待ってください。書きます。ちょっと待ってください。はい、すみません。32、はい。はい。あれ、そうですか。なんか近くに分かりやすいもんね。ないですか。こうやって電話がかかってくるんですね。そう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 。それでこれが間に合うんよ。ありがとうございます。時代がもう減ってね、まあ言うたら絶滅し、そうなると人ってなんか知らんけど亡くなるとなったら急に気になりだす。ああ、昔はもう本当に至る所にあったというか、でもそうあった。それでラーメン屋同士が喧嘩してんの。うん縄張りのね。今年83歳。そう、今年の誕生日だからね。今現状は82歳。70代の時にね、もう80になったらやめようかいと思ってたんよ。はい。で、そのお客さんにも言うてたんよ。ところがね、それをみんなに言うて回っててね、ある晩のことね、あるお客さんがね、えらい礼言うてくれるよ。はいありがとうございますって言ってよ。この人に礼言われるのは覚えないけどなと思ってね、なんでって聞いたんですよ。その人はね、そのお年でね、毎晩元気にね、回ってるのを見てね、ものすごく元気をいただいてます。ありがとうございます。礼言ってくれた。それでね、待てよと、人から見たら、夜ジャラジャラ音鳴らして回ってたら、ある意味見苦しいかなぐらいに思ってたんよ。ところが待てよ、そんな風に見てる人もいてるんやなと思ったんよ。だから反対に年取って頑張るっていうこともこれ世の中のためになるなと思ったんよ。でましてや今少子高齢化とか言うてね、はい。年寄りがどんどん増えてね、国も大政どうしようかとか言って難儀してんのにね、大体そんなもん定年で60や65でよ、何十年でやってた仕事を辞めて、それでまあそれは悠々自適に過ごせる人はまあそれはそれでいいかもわからんけども、みんな年金目当てで年金生活になってきたら世の中不景気になっていくやん。今
人手不足とか言うてるけどね、年寄りが働いたらその分人手不足解消するやん。だからその定年とかヘジマとかそんなのやめてね、年寄り死ぬまで働くぐらいの気にならなあかんなと思ったんや。よいしょ。はい、お待たせ。はい、いけます、いけます。はい、ありがとう。すみません。はい、ありますか、見てください。はい。寒なりましたな。こちらのラーメンはよく召し上がるんですか？各週間一番の魅力は何ですか？味と、それから好きだよこの人。テレビで見たことある。テレビ放送でな、こうやって愛から特に好きになってます。いろんなラーメン見るけどもね、いろいろ乗せてするやろ。あれ僕にはラーメンと違う。ラーメンはラーメン。シンプルでっていう感じですか？トッピングとかいろんなもの乗せてあるやん。あれなんだって言っても飯食べやんとね、酒飲んでる。お酒飲んで待ってるんですね。ちょっと締めみたいな感じにもなってるんですか？そうそう。お待たせしました。はい、どうも。はい、どうも。あ、すみません。はい、や。豚骨塩ラーメン。の煮卵トッピングで。はい。それ2つで。はい。確認は分かる。確認は分かる。確認ラーメン。絶対うまい。ランタン。すごいな。何かなと思いながら見たい。処理しててやばかった。試食してる間は暇とか。その間は普通のやることをやって。何してんの？じゃなんか。ありがとう。はい、ありがとう。美味しそう。はい、どうぞ。あざーす。はい、あり
60ぐらいからね、ほんまに仕事のね、一番大事なことが分かってくるよ。それまでだったら、とにかく働かなしゃあないから働いてるのよ。ね、家族も養わなあかんし、家のローンも払わなあかんし、そんなんで仕事なしで働いてんのよ。仕事が楽しいんじゃないよ。宝くじ当たったらどうするって言ったら、大抵の人がもう仕事辞めるっていうもん我慢してやってる。だけども、仕事のほんまの面白さ、楽しさっていうのが分かるのはね、60過ぎてからよ。80過ぎてから特に思うわ。はあ、今日も一日回れるかな。ありがたいな、嬉しいなという気がね、湧いてくる。料理見習い行ってる時はね、その料理自体を覚えていく楽しさがあったんよ。はい。だから会社勤めしてね、そこで時間から時間まで働くっていうのはものすごく苦痛やった。もう、だからわしはもう一人に使われて、そんなんで働くのに一切やめようと思って。はい。それでもうそこからは自分で何とかして生きていこうと。じゃあその今働いていらっしゃる中で、はい。一番楽しいって感じる瞬間とか、その満足する瞬間っていうのはどういう時なんですか？やっぱりあれやな、人が喜んでくれる顔見るのが一番嬉しいな。なんか知らんけど、わしの屋台食べて買うのはね、楽しみ出したわけよ。はい。ただその楽しんでくれる顔を見てると、嬉しいわなか自分。だから自分の喜びっていうのはね、自分自身じゃなくてね、人からもらうんやな。だから人を喜ばしていったら、結局自分が嬉しくなるわけや。ありがとうございます。今日もちゃんと飯食えたな。このぐらいやったら明日も大丈夫やな。一日一日ね。そうすると生きてることが嬉しくなってくる。また寒くなりましたな。寒いね。ねえ寒い寒いばっかり言ってた。家でおるのに寒い寒いって。寒い時は寒いわしゃん。この間はね、まあ、ほんま有名人やな。はい、いつもすみません。あ、おおきにありがとう。はいありがとうございます。おおきに。おおきに。毎度消えるな。消えるわ、また寒なっと。毎週水曜日に来てくれるんで、もう絶対ここへ入るように言うてるので、それから絶対買えますってことで。お好きなラーメンは何ラーメンですか？昔は醤油しかなかったよな、おや。そうやな、な、昔はなもう醤油で、まあ最近塩とか味噌出てきたんで。それも食べてってうん、感じ。そう。これが今日は塩と味噌と。こちらのその屋台のなんか魅力ってどういうところがあると思いますか？阪神ファンやから買うだけで、この人巨人ファンやったら買えへん。うん。ほんまに。これ俺作ったんよ。阪神の。あ、そうなん柄ですか。全部。うん。へえ、看板屋もやってるんで。そうなんですね。うん。7年間毎日甲子園行ってたから。
まず出てるのは醤油です。醤油はい。聞いて聞いて、こっち22よ。あれ55円。もうちょっと逮捕されるとか言って。とにかくこうですよ。普段よりはうちのパンみたいにマカボンで出てくるそれで多分誰かに言うのはい、お待たせしました。この商売においてのね、目標、はい100まで現役でこの商売を続けると。100歳のラーメンが夜チェルメラして街中走ってるというのを目標に今置いてるんです。人生ね、もう大体高齢者になってきたらね、目標もなしでね、もう惰性やな。なんで生きてんの？惰性やなっていう人もいてるぐらいでね、それはつまらんなと。その目標になるかならんかはこれは分からん。せやけど目標があるということ自体が生きがいを得ることができるでしょうね。一日目標に向かって歩いてるという実感がね、生きてる実感になるんです。で、ツイッターでね、そのことを出したらね、おっちゃん頑張ってっていう声がいっぱいおりました。嬉しいですねそれは。嬉しいです。で、これをね、私できたらいろんな人に話してね、みんな目標を持ってもらったけど、そうするとね、生きてる張り合いが違います。私確認。確認、はい。じゃあ確認2つと確認2つ醤油1つ。今日一つ。電話中になかった。あ、最後の方に言われたんで、これは最後別に。いや、わかんない。最初の方は結構本当に見てて。今ちょっと言うふうに見てた。絶対嫌。
と、はいはい。で、雲。確認です。はい。はい、確認です。はーい。で、もう一つがちょっと。味噌ラーメンと、はい。角煮ラーメンの大盛り。味噌ラーメンと角煮ラーメンのおばた。はい。角煮の大盛り。はい、どうぞ。これでいってから。はい。これも振ってください。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、大喜利ありがとう。ありがとうございました。いつも通りいつも何や醤油はい。あ、もう大好きです。ご飯食べた後のもう一回締めにお酒飲んだ後にね、締めにね、最高ですねそれは。で電話したら来てくれるし、めっちゃいいお茶やんね。だって先週も呼んでたんやけど、先週雨やったんよ。朝からわざわざ電話くれて、はい。雨やから今日はごめん、来週行くから許してって電話かけてくる。めっちゃいい人やね、ほんまに。何年も前から食べてらっしゃるんうですか。ん、もう昔、何年もっていうかもう、おいちゃん何年この辺回って。もう50年やってるってな。なあ、これも長いわな。子供の時だって来たら楽しかったもん、この音流れてきたら。あ、北赤坂のお客さんですか。王将ラーメンです。今、北赤坂まで、とにかく鍋で来たんやけどね、その広場っていうのはわからんねんけど、番地で言うたらどれなのかな。あ、毎度、はい、行きます。はい、はい、おおきに。醤油一つと、しゅんちゃんは。角煮。確認。はい。私、豚骨塩ラーメン。いてないね。寒いですね。呼び止めて。そうなんです。ありあり。はい。もうありがたいよ、こんな人って。大丈夫。言うてたんか。言うたらね。そうか。はい。今は200までやってる。いいと思います。注文だけやって。ここにメニュー載ってるから。ああ、そういう意味。普通のやつがいいんやけど。よし。これ確認。
カートに。はいはい。で醤油。はい、ありがとう。はい、これまたあそこ募金っていうやつに入れとってください。ありがとうはい、いただきます。もごちそうさまです。青木ね、毎年ね、この児童養護施設にね、ラーメン作りに行くんよ。はい。ラーメン作りに行って、ちょっと子供らのお菓子代置いていくんよ。その募金を集めて、結構たまるんやで、みんな人がいいからな。それで入れてくれたりするの。王将ラーメンでございます。ラーメンでございます。